東中野で LF バーバーショップを営んでいるゆうです。専門学校を卒業して都心のバーバーショップいくつか勤めて、独立する前にフリーランスを挟んでから開業に至りました。で雇われてるとどうしてもお店のルールや売り上げに従わなきゃいけないことが多くて、自分はお客様一人一人にしっかりと時間をかけて丁寧な接客をしたいなっていうのがあったので、自分のお店を開くことが一番だなと思って独立しました。お店の名前はエルヘフェって読むんですけど、これは私の好きな映画シェフから取りました。でシェフは三つ星レストランの雇われシェフが自分の好きな料理を作るためにキッチンカーで挑戦していく話なんですけど、お金とか数字を追い求めるのではなくて、自分の好きなことを、楽しいことを追い求めてやっている姿に共感して、このフードトラックのエルエフェっていう名前から取りました。東中野にお店を出店した理由は大きく分けて2つあって、1つは私がどこに勤めてもついてきてくれるお客様が来やすいっていうことと、もう1つは街の雰囲気です。でその1つ目のお客様が来やすいっていうのは、私は結構都心で勤めている期間が長かったので、新宿から2駅でアクセスもしやすい東中野だったらいいなって思ったのと、東中野って新宿から2駅で中野と大久保に挟まれてるんですけど、ここだけ住宅街で下町の雰囲気もあって、自分が年を重ねるにつれにぎわってる、栄えててにぎわってる街よりちょっと落ち着いた街でお店をやりたいなと思ったので東中野に決めました。内装はバックトゥザフューチャーに出てくる50年代のダイナーをベースに作りました。自分は映画が好きなので、映画から何か内装のインスピレーションだったり受けたいなと思った時に、80年代の映画が好きなので80年代の映画見返してた時にバックトゥザフューチャーの1に出てくるダイナーがすごい可愛かったので、それにしたいなと思ったんですけど、やっぱ来るのがメンズなので女性っぽくはしたくないと思って、飾るものは映画のものだけにして、メンズも着やすいような空間にしてます。外装のこだわりはこの窓のペイントなんですけど、これは父親に描いてもらいました。父親とは15歳から23歳まで同じ家に住んでるのに一言も口聞かないぐらい仲悪くってだんだん仲良くなってきて、自分がお店を開くときにサインペイントを頼みたいなと思ってメニュー表とロゴを書いてもらって、でロゴも作ってもらいました。このカウンターは本木にあるムーンカフェの店内からインスピレーションを受けて作りました。ちょっとダイナーっぽい、ダイナーのカウンターっぽい感じに仕上げてもらいました。でここの商品が入ってる棚も作りたかったので、ここもつけてもらって、であと周りタイルで固めてもらいました。毎年お誕生日プレゼントを交換してるお客様がいるんですけど、その方からミニフィギュアみたいなのいただいたりとか、同業のバーバーやってる方からバックトゥザフューチャーのレコードをいただいたり、後輩からバックトゥザフューチャーに出てくるデロリアンのフィギュアをもらったり、結構いただき物が多くて、どれもお店の雰囲気を作ってくれる大事な存在ですね。このバーバーチェアは最初ネットで見た1脚10万円の椅子を3台入れる予定で、椅子には30万円しか予算を作れなかったんですけど、10万円の椅子を目の前にした時にちょっとお客様が座り心地があまり良くなさそうだなって思ったのと、ちょっと扱いにくそうだったので、予算オーバー、1脚でも予算オーバーになっちゃうんですけど、タカラベルモントさんの椅子を見に行って、この椅子の方は前の職場でも使ったことがあったので、
これならいいなと思ってこの椅子にしました。でもう予算オーバーしちゃうならやっちゃえってことでステッチの色も、革の張り替え色の張り替えもしていただいて、ちょっとダイナーの椅子っぽい雰囲気にしました。私のお気に入りはこのラジオなんですけど、普通のスピーカーを吊るすのが嫌だなと思ってた時に、その仲悪かった父親の紹介でラジオを改造できる人がいると聞きました。でその時にこの本体はメルカリで店の雰囲気に合うラジオを買って、確かこれジャンク品だったんですけど、中身は変えちゃうのでこのビジュアルで選んで、その父親の知り合いの方に中身を改造していただいて、Bluetooth とつなげられるようにしましたって感じですか。イエーイ。めっちゃ雨。はい。どうぞ。はい。名前は武田優馬です。年齢は30歳で洋服屋さんで働いてます。両国のジャンキースタイルというお店で働いています。主にアメカジを扱うショップで、やっぱデニムメインで販売してます。ブランドだと、やっぱウェアハウスっていうブランドだったり、国内のその東洋エンタープライズっていう会社だったり、あと一部アメリカ製のものもセレクトしてますね。やっぱ人柄と技術だと思います。やっぱ技術に関してはやっぱゆうちゃんに切ってもらうと、圧倒的に女子受けがいいんですよ。でやっぱモテる髪型にしてくれるっていうのが、一番の魅力で、あとは、ゆうちゃんの人柄っていうところで、髪を切るってこと以外にもやっぱおしゃべりしに来てるって感じですね。やっぱ楽しい空間なんで、やっぱ来るのがすごく楽しみです。今日どうする？いつも通りモテる感じで。モテる感じで、ちょっといい感じにお願いします。伸ばしてる？伸ばしてるけどちょっと任せます。モテるわ。何もいいマジで。そしたらちょっとカラーしてたから毛先傷んでるんで、マジで毛先ちょっと切って、周りは2ブロック入れて後ろ刈り上げてすっきりさせて、パーマどう？パーマでちょっと流れる感じ、後ろにちょっとエロい系ね。エロい系でモテ系でいっちゃいましょう。どうですか？お願いします。 OK。おばちゃんが一発で成功させた瞬間結構しびれた。それお前俺じゃなくてお前なんだちゃんと当てろよって何で？競技1分なわけじゃん。狙撃手側のが出てきたり、風呂が楽しくなる。濡れた後クリクリじゃん。濡れた。どうでしょうか？めっちゃいいっす。バッチリっしょ。最終？女受けは悪いよね。いいね。で秋のお便りみたいな感じで高尾さんのパーマ液好きなお客さんとかいるんだけどに選手村で起きたテロ事件みたいな
でそうエフェの方がさ言いやすいじゃん。世代うんおじいちゃんは分からん。起こします。ちょっと固めのスタイルするときはここで黒目の上で分かれるようにパーマを巻いてあるので、黒目の上、ここら辺で分けてもらって、先に分けるの？そう先に分けた方が後でぐちゃぐちゃになっても分けやすいから先に分けて、ここ分け目からドライヤー当てていきます。分け目から熱を当てることによってここが後で乾かすうちにぐちゃぐちゃになっちゃっても分けやすいから、先に癖つける。先に癖つけてもらってで全体に乾かしていく。全体的に乾かすときに横はちょっと押さえ気味で押さえながら、パーマを押さえる感じで後ろに流してもらって、前髪は黒目と黒目の間の指3本分ぐらい上げるイメージで。3本ぐらい。でブリーチの上にパーマかけてちょっと毛先が傷んでるからあんまり乾かしすぎず半乾きぐらいでセットしていきます。今日はウルフマンのスーパーシャインのポマード使っていきます。これはファイバーが入ってないからパーマかけてても絡まりにくい、セットしやすい。でスーパーシャインでツヤが強いからこういうちょっとカチッとしたスタイルの時はよりカチッと感が出ておすすめ。整髪料つける時も分け目からつけます。で指先で分け目からつけてもらって全体的になじませます。でこの時もなるべくちょっと横はタイトめに押さえる感じで、で前髪も上げたいから根元からつけちゃって大丈夫です。で全体的に馴染んだなと思ったらコームで整えます。でコームも目が細かければ細かいほどよりタイトなクラシカルなイメージになるし、粗ければ粗いほどちょっとラフな感じになります。
タイトめのスタイルもいいね。うん、いけてる。で前髪もパーマスタイルの時とは違って下ろすっていうよりかは上げてこのままちょっと後ろに流すようなイメージで、でただパーマがかかってるからこのウェーブが綺麗に多分自然に出るので、おー、ここがエロさを引き立てるかな。いやかっこいい。嬉しこんな感じです。い。いいですね。分け目からつけていきます。分け目つけたらバックサイドで後ろから前に行く感じで、でつける時もパーマかけてるからこう引っ張っちゃうとパーマがこうストレートに伸びちゃうので、くしゃっと。くしゃっとはい。ちょっと揉み込むような感じでつけます。で全体的に馴染んだなと思ったら形を整えていく。コーム使うんだ絶対。そうなんかこのコームの刃を全部使うっていうよりかはここの端っこだけ。端っこだけで流れを作っていく感じ。前髪は全体的に使ってもらって上げてここをちょっと下ろした方がモテなので。あ、マジですか。はい、絶対下ろす。下ろしてちょっと手で押さえるイメージ。軽く押さえて下ろす。下ろす。で下ろした髪が後ろに流れていく感じ。こう波みたいな。でポマードでもワックスでもないから柔らかくてパーマにはおすすめの整髪料。ちょっとオイルがメインだからツヤも出るし、パーマ感も出やすい。でこっち側も全部後ろに流すというよりかは若干前に流してあげると、エロい。いやーすげえ。いいね、完成。かっこいい。はい、最後どうでしょうか。めっちゃいい感じです。モテそう。モテそう。はい、どうぞ。入り口で背中払います。お疲れ様です。ありがとうございます。よかった。帰りは逆なん。はい、すごい。めっちゃ雪降ってる。気をつけて、寒いね。じゃあまた、ありがとう。